どうもともそうやです。前回動画ではニカラグア人気都市のグラナダに滞在、観光地紹介するつもりが現地住民と一緒に飲んだくれてしまって酔っ払い動画になっちゃったよ。てへペロ。今回の動画では南部にあるサーファーから人気の海沿いにあるサンファンデルスルという街、今回は珍しく贅沢するのでぜひ最後まで動画チェックよろしくお願いします。ちゃんと乳首を隠してね、早速ね、サンファンデルスルね、観光行きたいと思いますとか言うといて、多分2時間後ぐらいの出発にはなると思うんですけど、とりあえず早く出発せんとね、時間もなくなるんで、サンファンデルスールほんまにこじんまりした街ですよ。なんならグラナダとかレオン以上にこじんまりした街で、ほんまに観光とかもあっという間に終わりそうな感じですね。サーファーにとてもね、人気がある街です。旅してて久しぶりに海を見ました。もうすぐそこ海なんでね、ニカラグアのほんまにすごい南側にある海岸沿い、ビーチ沿いの街です。そんな感じですね。ともすやチャンネルのニカラグア旅最後の場所はサンファンデルスエル。まずは朝ごはんから。朝ごはんはね、自分で買ったパンにね、宿のジャムをつけて、宿のね、無料のコーヒーを飲んで一日が始まります。最高。コーヒー最高。もう無料最高。コーヒー最高です。無料最高です。すごいな。頭でようこんなん支えられるな。出発しました。現在1時半。とりあえずね、さっきね、パンとね、コーヒーね、飲み食いしたんやけど、一応お昼ご飯ね、食べに行きます。で、おすすめの店あるんで、そこをね、とりあえずね、皆さんにね、教えたいと思いますんで、その前にまず行き道で市場があるんで、そこをね、ちょっとね、どんな感じの市場か見せますね。そのニカラグアのサンファンデルスールっていう街はもうビーチ沿いで雰囲気良くて、とにかく安全。ビーチリゾートではないけど、適度になんかバーとかナイトクラブとかがあって、カフェもあるし、街並みも綺麗で観光しやすい、ほんまに街って感じやな。欧米人もね、いい感じにね、多い。いい感じに多いってどういう感じなんかな。こんな感じの街の雰囲気です。市場到着しました。市場の中はね、こんな感じで夏の用品っていうのかながたくさん売られたり、こういう感じの食堂があって安く美味しいもの、地元のものを食べたりすることもできます。あとはね、こういうとこで肉とか野菜とかフルーツを買って宿で安いするのがおすすめかな。ちなみに市場の飯の値段帯こんな感じ。ブラックコーヒーで30コルドはだいたい120円ですね。で、このね、ソパデレススープが150コルドバ、だいたい600円ぐらい。グラナダで食べたスープはやっぱり安かったんやな。100コルドバだったし、何も買わなかったんで、市場での滞在時間7分ぐらいでした。で、こんな感じでいろんなね、品物売ってるお店とかも街中にはね、いくつか点々とありますね。で、向こうに見えるのはパン屋さんです。指が合わん。パンデリーヤっていうのがパン屋さんですね。こんな感じでたくさんね、パンとかケーキが売られてます。この雰囲気もなかなかサンファンデルスールって感じですね。スーパーマリオの壁紙、これはゲーセンかな。トヨタ車がね、走っています。こっちもトヨタ車かな。これから行く僕のおすすめのね、ランチのお店はビュッフェ形式なんですけど、なんか120コルドバでなんかビュッフェで取れるんですけど、どれだけ取っていいかマジでわからないんですよ。だからめちゃめちゃちょっと取ってみようと思います。昨日はこれぐらいで抑えました。で、どれぐらいまで取っていいかっていうのがほんまにわからんくて、ちょっとね、これも欲しい、あれも欲しい、これも欲しいって言い続けてみたら、向こうがどんな反応するかっていうのね、ちょっとね、試してみます。こんな感じの雰囲気のお店ですね。こういう感じでビュッフェ形式。さあ、何を選ぼうかな。じゃがいもも選んでいきますよ。こんな感じで今選んでます。あとはどれぐらい選んでもいいのか。こんだけ取ったら強制的にフォークとナイフ準備されました。しかも取りすぎたからかな、昨日は120だったけど今回は200に値段上がってますね。もしかしてこの米の種類によっても値段変わってくるのかな。昨日は白の米だったから120で、今日はこのガジョビンっていう米でさらに量も多いから200。スティーテイっていうお店
でね、お店自体はクーラーはないけど、こんな感じで扇風機がねたくさん回ってるし、日陰なんで結構涼しめ。今の買うねお金ぐらいはあるけど、一応ホステルだったら水タダなんで、ホステルの水で我慢しときます。コカ・コーラより美味しい。プチ情報なんですけど、ニカラグアで水買うのめっちゃもったいないっすよ。結構水飲める。なんかいろんなホステル点々と泊まってきたけど、結構水道水飲めるとこ多いんですよ。なんでネットで調べてみたら、意外と中米って水道水飲める国がなんか点々としてるみたいですね。ファンデルスール、ここにも平和の象徴一応あります。さっきの金額の件、200コルドバの件、ちょっとむしゃくしゃしてたんで店員さんに聞いてみたら、昨日の料理の写真と今日の料理の写真見せながら一応質問したら、なんか料理の品数が多いみたいな、だから今日は値段ちょっと高いよみたいな感じで優しく一応教えてくれましたね。許す。おー、久しぶりに波見るわ。なんかテンション上がるな。地元帰ってきたみたいや。最高っすね。甘酸っぱいっすね。こうやってね、真夏のビーチを女の子と2人で手つなぎ歩きながら、誰もおらんわ。てかニカラグアのサンファンデルスールは結構サーファーのメッカというか、サーフィンが好きな人がなんか集まるような街らしくて、なんか街中も結構サーフ用品、サーフィンの道具とか結構売ってるんですよ。けどなんか見た感じあんまりなんかサーファーいなさそうですね。どっちかというとね、ビーチバレーしたいわ、女の子と。ちなみに今はね、サンファンデルスールでも一番の絶景が見えるあの丘の上に向かっていきます。めちゃめちゃ人気な観光場所。伝えるの難しいと思うけど、結構な坂道を登っていってるよ。もうちょっとで着くんやけど、それにしてもしんどすぎる。しんどさ短期集中型みたいな感じや。マジで動画で伝えにくいこの坂道、えぐいって。最後のラストスパートって感じの坂道やな。ついにね、到着しました。外国人とニカラグア人では料金は違うんですよ。で、僕ニカラグア人ですってね、お金渡したら普通に外国人金額のお釣りは返ってきました。めちゃくちゃ景色、ここは絶対行くべきやな、ほんま。ただ風強いんで帽子飛ばされないように気をつけてくださいね。ほんまに青々としたブルーや。天気がいいね、皆さん行ってみてください。感じちゃった。事前になんかネットとかで情報を調べてこの場所に来たんですけど、やっぱりほんまにね、綺麗な場所ですね。で、サンファンデルスールにしたらかなりの確率でみんなこの場所に来るみたいですね。大阪に観光しに来た人が道頓堀に遊びに来る確率と同じぐらいの確率か、それ以上だと思います。まあここぐらいしか来るとこないからかな。まあでもほんまに来てみて間違いないですよ。あっち側はほんま超ど田舎やな。で、この辺のなんか別荘感漂う建物、宿かな、めっちゃ気になるわ。青々しいな。てかこう見たら結構な距離歩いてきたな。帰り道も歩くんか。田舎側からの景色、あれ神様がね指さしてるでしょ。あれは見えない何かと ET という遊びをしています。まさかの乗せていってくれました。近くなんでね、アオラマスっていうねスーパーがあるんで、あそこでね打ち上げみたいな感じで自分へのご褒美にジュース買いたい。個人的な感想なんやけど、サンファンデルスールでお買い物するってなったら、このアオラマスっていう場所か、何回かね動画で説明したパリっていう場所か、メルカードの3択だと個人的に思いますよ。個人的にこのジュースの種類がねめっちゃ好きなんですよ。1つ 9.5 コルドバ、何味かわからないけど購入、多分みかん系。ファンタオレンジみたいな味やな。やっぱ暑い時にねこういう炭酸飲料飲んだらね最高すぎる。
ちろんサンファンデルスールにもねこんな感じで教会はあるよ。みんな一休み憩いの場みたいな感じになってます。ちっちゃい公園もある。お疲れっすって感じでね、とりあえず一旦休憩、水をね補給するために一旦宿に帰ってきました。でここまで1時半に出発して今現在4時です。でここまでの流れでだいたい2時間半ですね。この動画の流れで2時間半経過しました。でこの後ちょっと休憩してから海もう一回見に行きたいと思います。別に泳がないですよ、そんなもん僕子供じゃないんでね。水ってこんなに冷たかったっけっていうぐらい思った以上に冷たいな。結構しかも波押し寄せてきてるやん。おいおいおい沈没するぞ。海入っちゃってもうてるんよ。これ海入るつもりなかったのにな。まあ泳ぐつもりはないよ。冷たい、めっちゃ冷たい。冷ってこんな顔してます。冷たい。荷物が邪魔なんよ。なんかな、もう荷物が邪魔ほんま。さすがニカラグア暑いからめっちゃ汗かいたわ。こんなに濡れたん久しぶりやな。いや海入ってないですよ、泳いでないですよ。僕もねもう大人なんでね、そんなわんぱくな小僧じゃないんでね、別に海泳いでないですよ。まあそんなんどうでもいいんですけど、とりあえずね動画まだ終わってないです。こっからが本番です。普段はお金をかけないように自炊とかなんか安い店でご飯食べたりしてるんですけど、今日は特別になんか地元民おすすめで、いやまあそんな高くなく安いってわけじゃないけどすごいおすすめの海鮮食べれるお店があるんで、今日はねそこに行きたいと思います。っていうかもうそこの目の前のお店なんですけど、でまだね時間あるんで夜までゆっくりね宿で休憩してから行きたいと思います。いや海入ってないですよ。さあこれがね夜のサンファンデルスルーですね。たまには自分へのご褒美に美味しいもの食べちゃいますか。このお店ですね、ラ・ランチャっていう海鮮をねそんなに高くない値段で食べることができるお店。地元民めちゃめちゃおすすめのお店です。せっかくなんで海の近くで一人で陰キャみたいに座ることにしました。メニューこんな感じで、スペイン語をちょっとね分かってないとねまあまあ厳しいですね。まあ多分ね英語のメニューもあると思うんやけど、僕はねスペイン語話せると思われたんでスペイン語のメニューを渡されました。知らんけど。ちなみにビールも頼んでます。あれ言うとこ、今日もご自宅で飲んでる方一緒に乾杯しましょう。乾杯。ニカラグアから乾杯。サンファンデルスールから乾杯。サルー。泳いでからの寝てからのビールめっちゃうまい。メニューが到着しました。最高すぎるやろ、控えめに言って豪華すぎるやろ。これは調味料もなんか3つぐらい来たし、間違いなくねこの旅でね一番豪華な料理だと思う。フレッシュ。たまにいるじゃないですか、生野菜はない、海外で生野菜は嫌だみたいな、絶対残すべきだみたいな、もう終わってますよね。美味しいっすよ。これはなんかオイルかな、オリーブオイルみたいな感じやな。今日だけもしげ旅さんみたいにね豪華なもん食べさせてくれ。うまい。muy bien, gracias。魚介のね出汁がねめちゃめちゃ出ててね、クリーミーなタレとね近藤正彦並みのマッチしてるんですよ。滑りました。もちろんビール2杯目おかわりいっちゃいますよね。さっきのビールよりちょっとすっきりした味わいやな。控えめに言って最高っす。まさかのセビーチェミックス頼んだらめちゃめちゃでかいに来ました。うわー、具材がゴロッゴロ入ってるし、
海鮮豊富やな。日本円で3500円ぐらい。大変美味しいございました。本当美味しいございました。サルー。実はお店の閉店時間がとっくに過ぎていました。お酒購入完了。チューハイ2つとともにペロッといっちゃいます。実はさっきのセビーチェね、お持ち帰りさせてもらったんでね、宿でゆっくり飲み食いしたいと思います。って感じでね、動画ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。サンファンデルスル、意外にも4泊5日長かったな。3泊4日のつもりだったけど、ほんまに動画編集が全然追いついてなかったんで、結局4泊いましたね。どうだったでしょうか。こじんまりした街でね、久しぶりに海見えたし、奮発して美味しいね晩ご飯ね食べることができてね、良かったです。個人的にはめちゃめちゃ満足しました。ただこれからね、コスタリカの方に向けてね出発するんですけど、コスタリカって出国チケットがいったり、ホテルの予約を事前にせなあかんかったりとか、結構入国の際にねまあまあ厳しめなんですよ。なんでちょっとね出国チケットも取ってなくて、今回ねなんか捨てチケットとかそういうサイトもあると思うんやけど、なんかもうそういうのにも頼らずにもう自分で作ったんですよ。でその自分で作った出国チケットで入国できるかを試してみたいと思います。結果は後ほど。ついにニカラグア出国。いやー、自分で作ったね出国チケットでねコスタリカに入国できるかどうかほんま不安っすね。めっちゃドキドキする。これ出国できんかったら終わるやん。 SIM カードもないし Wi-Fi 多分ないし。はい、皆さん動画ご視聴ありがとうございました。で、結果からも先に言うと、コスタリカ入国することができました。おめでとうございます。自分でね頑張ってダミーのチケット作って入国チケットドキドキしながらイミグレーション行ったんですよ。まさかの何も聞かれなかった。何もっていうのは言い過ぎなんですけど、出国用のチケット見せてって普通だったら言われると思うんですけど、それに関して何一つ質問されなかったですね。僕もなんかフレンドリー作戦で行ったんですよ。オラブエナスアイレスコモエスタースみたいな感じで、そしたら向こうもフレンドリーな感じで、ホテルどこ取ってるみたいな、どこ行くみたいな、ほんまその2つぐらい聞かれたの。なんかあっけなかったですね。あんだけネットとか出会った日本人とかがなんかコスタリカ入国の際は絶対になんか入国チケットがいるみたいな感じで言ってたんですけどね、びっくりしましたわ。みたいな、あんだけドキドキしたのに何だったんって感じでしたね。そんな感じです。それはともかく置いといて、コスタリカのラ・フォルトナっていうところに僕行こうと思ってたんですけど、今回のんびりしすぎてまさかのたどり着けなかったです。ということでホテル予約してたんですけど、それも結局そのホステル行けなくなって、今回別のホステルに泊まってますね。なんかもう名前覚えられないぐらいのマイナーな場所で。次回トムソワイチャンネル、コスタリカについて語るデュエルスタンバイ。